でも絶対振り仮名あったらみんなこうやって読むもん。Hey guys, before we get started, I wanted to share a quick tip. If you're learning a language, I wanted to let you know about a website called italki.com. This is actually the resource I use to find a native teacher who's teaching me Italian. But if you're looking for custom one-on-one lessons in Japanese, English, or another language, definitely check out the link below to see how you can get a free lesson. Okay, here we go. 皆さんこんにちは。ケミチャンネルのロレッタとスペシャルゲストのアッキーでございます。Today I wanted to talk about the way foreign languages are taught in America versus how foreign languages are taught in Japan. で、なぜアッキーさん、自己紹介でわかると思うんですけど、じゃあ簡単に自己紹介をさせていただきます。私はアッキーと言います。YouTube で三本塾というチャンネルをやってて、そこで日本語を教えています。で、YouTube だけじゃなくて、仕事をしてるんですけど、私の仕事は日本語の先生です。日本語ネイティブ、日本人から国語として日本語を教えられてるのかをすごく気になって、でなぜか、漢字、コメントの中で漢字をどうやって覚えますかとか聞かれるんですけど、もしかして日本で漢字の教え方が違うのかとかなんか外国の教え方が間違ってるんじゃないかとか思ったんですけど、じゃあ先に教えてください。ロレッタさんは、その外国人として日本語を勉強してて、で漢字も勉強しますよね。そうですね。どうやって勉強してきました？なんかテキストの中で漢字の部分、会話を読んでから会話に出てきた漢字をそのまま宿題として暗記して小テストっていう感じでその家に帰って宿題で暗記するっていうのは、その暗記はどうやってやるんですか？なんか例えば武士、ブシュ人弁とかね。そういう漢字がどういうふうに分けられているのかを見て、で話を作る。例えば、アッキーのチャンネルでも見たんですけど、漢字の話でなんかハンバーガーっていう漢字を作ろうとしたら、どういう漢字にするかっていう、小麦の中に肉が入ってる作った漢字なんだけど、そういう感じでなんか覚えやすい話を作ってたんだけど、忘れてる漢字がすっごく多いです。細かいところの違いと書き順とか書き方、なかなか出てこない、この手元から日本の場合はどうですか？生まれてからもちろん書けないので勉強します。学校で普通は小学校から始めて高校までにだいたいよく使う漢字は全部終わります。数多分2000ぐらいだと思います。いつまでに？高校までに、小学校から高校までなので全部で12年間ですね。でも比べたらそんなに10年以上。そうで2000個でそんなに数は多分多くないですよね。そう漢字の授業とかありますか？漢字の授業はね、ほとんどないですね。教科書に載ってるんですよ、漢字、で漢字の練習する本とかもあるんです、でも大体それはね宿題です。授業でやった記憶はあんまりない、ほとんどないですね。で薄く漢字が書いてあって、でそこにこう順番が書いてあるので、それをなぞって書く。でその下にいっぱいわーって書いて、もうとにかく書く。宿題でそう1日じゃあ漢字を10個で、じゃあそれを10個ずつ書いてきてくださいみたいな宿題が出ます。嫌だなと思いながら家でカリってずっとやってます。逆に私が今留学生に教えてる教え方は、多分ロレッタさんがさっき言ってたのと大体同じです。その部首でグループにして覚えたり、魚の名前だったら大体魚編そうがつくとか、植物の名前だったら木編が多いとか、だけど日本人が多分小学生の時とかはそれ分かんないんですよね。そのまま。そうです。やっぱ子供はねそのまま暗記してたのかなと思いますけどね。いろんな読み方とか音読み訓読みとかあって、ありますね。今しないと戻ってこないから、全部やらなきゃっていう感じで、じゃあ無理だ。本当に何がよく使われているのかとか自分から分かんないから。逆ですよね。なんかこう本とかで見た時に、これはどういう読み方なんだろうとか、どういう意味なんだろうって、そういう順番がやっぱいいですよね。どっかで見たものとか聞いたものをいちいち調べていくっていうのが、例えば自分の好きな本の中でハリーポッターとか何でもいいけどその中で出てきた漢字を見て、
じゃあとりあえずこの漢字の読み方をそのまま覚える、そうですね。あとは後にするってそう絶対それがいいと思います、辞書の中ってもうなんか全然使わない言葉とかいっぱい入ってるんですよ。そう古い言葉とかね。だから辞書から覚えていくのはちょっとあんまり良くないかな。そうですね。思いますね。トップダウン、トップダウンとバトムアップです。そうですね。なんか漢字1個ずつ覚えてから組み立てるのじゃなくて、文脈から、こういう意味もあるんだろうとか、こういう使い分けもあるんだろうとか、そうですね。そこから入ると暗記っていうよりも身につける、そうですね。そこがやっぱ外国人と日本人が違うところかなと思って、日本人は、子供はね最初漢字わからないけど、でも日本で生活してれば周りに日本語がいっぱいあるから、そういうコンテクストもある。そうでいっぱい見ていっぱい聞いてるから、そっちから入ってくるんですよね。そうあと1個、はい、日本語教えてて、漢字のことで結構みんなやってるんだけどやらない方がいいなって思うのは、まず一つはめっちゃ振り仮名が書いてある教科書を使うかローマ字。そうそれで本当に良くないと思う。もちろん振り仮名ないと時間かかるしめんどくさいんだけど、でも絶対振り仮名あったらみんなこうやって読むもんそうですね。絶対漢字読まないでこうやって見てるからやっぱりそうですね。そうなんです。ちなみにおすすめできる辞書とかなんかありますか？辞書って本だけじゃなくてもいいんだけど、なんかもし無料がいいんだったら英語の人はウェブリオっていうのが結構、私はいいかなと思います。聞いたことアプリもあって、オレンジだよね。オレンジ色です。そうです私がよく使ってるのが、なんか少しでも読めるようになってきたら知恵袋。知恵袋ね、質問できますからね。他にアプリもあるんだけど、私は知恵袋が好き。その場で何を検索してもすぐ出てくる。待つのじゃなくてすぐ出てくるから、そのまま答えるのがね、一般人ですけどね、評価されるからこれ確かにこれで思います、ね、どうすればいいですか漢字のね、いい勉強はね、三本塾っていういいチャンネルがあるんですけど、どう思いますか？この後もクイズの動画も編集中だけど、結構長い。で、あと秋の三本塾のチャンネルでも、インタビュー系のどうやって日本で友達作れるのかとか、人間関係恋愛でもあるし、そういう人間関係的な話が入ってて、私は三本塾というチャンネルで日本語を教えていますので、そちらもぜひチェックしてください。よろしくお願いします。That's all for today, guys. It's just a sneak peek of some of the conversations I wanted to have, but we will see you guys in the next video and over on 三本塾 channel. 今日は来てくれてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。Okay, so I'll see you in the next video, guys. またねー。